お勇者よ、魔王を打ち倒しよくぞ戻った。褒美として何でも望みのものをやろうぞ。どうした勇者よ、望みはないのか。まあまあお父様、勇者様も帰還したばかりできっとお疲れなのでしょう。確かにそれもそうだな。ところで勇者よ、他の者たちはどうしたのだ。んだよ。なんと申した。すまぬがもう一度言ってはくれぬか。最近はどうも耳が遠くなっての。死んだよ。俺以外全員。は？それは何と言えば。別にいいよ、気にしないで。なぜそのようなことになったのか聞かせてはもらえぬか。そうだね。ちょっと長くなるかもだけど、それでもいいなら。ぜひともお聞かせください。勇者様の冒険談を。ちょっと一服してもいいかな。ああ、それであれば兵に良いものを持ってこさせよう。いやいいんだ、持ってるからさ。そうか。ふう。さて、どこから話そうか。姫様。はい。質問なんだけどさ、俺たちが冒険中に食べていたものは何だと思う？そうですわね。干し肉や黒パン、それにヤギの乳やチーズなどでしょうか。まあ半分正解だね。正解したから勇者マークあげるよ。いりませんわ。勇者マークあげるね。いただきますわ。というのもね、途中までは姫様の言っていたようなものを俺たちも食べていたんだよ。でもさ、それができるのって周りに人間の村があるからなんだよ。なるほど。王様、魔王城の近くにはさ、人間の村や町はあると思う？あったとしても魔王に支配されているか、塔に滅ぼされておるだろう。正解。じゃあ勇者マークあげるね。いやわしは。あげるね。勇者マーク。王様の言う通りさ、魔王城に近づけば近づくほど人間の村や町はなくなっていく。だからどんどん食料の調達が難しくなっていくんだ。でも、その代わりに今度は魔物の集落が出てくる。魔物の集落ですか？そう。この辺りには獣みたいな魔物しかいないから馴染みがないだろうけど、魔王城に近づいてくると魔物の知能が上がってくるんだ。そうなってくると魔物も人間みたいに群れて集落のようなものを作るし、人間と同じ言葉を使う奴らだっている。それなら、その魔物たちから食料を奪っていたということでしょうか？不正解。勇者マークあげるね。あいつらは人間みたいに家畜や作物を育てたり、食料を貯蔵するって発想がそもそもないみたいでね。奴らの集落にあるものといえば、生ゴミか残飯くらいなものだった。それではもしや魔物の残飯を漁って。いやそれはないよ。なぜならそれらの残飯も魔物には効かないけど人間には猛毒の場合があるからさ。そもそも罠が仕掛けられてる場合だってある。なるほど。はい、勇者マーク進呈。お父様、このバッジどうやっても取れないのですが。そのバッジは俺にしか取れないし、服を着替えても着替えた服に自動的に移動します。呪いですわ。そんな状況で満足に食事が取れるわけもなく。でも戦いで消耗すればもちろん腹が減るし、手持ちの食料なんてあっという間に底をつく。俺たちは困り果てた。だけど目の前にはその魔物たちがいる。言ってしまえばそれは、新鮮な肉であることには変わりない。まさか。さっきも言ったよね。知性があって言葉も話すって。そうやって集落を作るなら男もいれば女もいる。子供もいれば老人だっている。しかもそういう奴らに限って姿形はほとんど人間と変わらないんだ。そんな姿で俺たちと同じ言葉で喋って、あいつら命乞いまでするんだ。殺さないで、ってね。そんな、もしや人と姿が変わらない魔物たちを。そう、俺たちは食ってたんだ。命乞いをして逃げ惑う魔物たちを。エビフライにしてね。エビフライ？魔物の集落はそれはもう阿鼻教官だよ。さっきまで仲間だと思っていたものが、目の前で急にエビフライになるんだ。その時の揚げたての香ばしい匂いが、頭から離れないんだ。揚げたて？そうやって旅を続けてた俺たちは次第に衰弱していった。そしてまず倒れたのはそう。魔法使いの弟子、青いからだった。ずんだあぶしさんおいしい。毎日これだしさすがにもう食べ飽きたのだ。それに油がくどくてしんどいのだ。僕はずんだ餅が食べたいのだ。とってもおいしいのだ。毎日食べたいのだ。大丈夫？はい、大丈夫ですけど、さすがにちょっと油が。別の食べ物にはできないのですみません。でも、食べられないのは困ったね。私にできることがあれば、何でも言ってね。ありがとうございます。でもアカーネー様の手を煩わせることは何でもするから。じゃあしてください。いいよ。それが青いの最後の言葉だった。回復薬だった青いがいなくなったことは致命的だった。戦いによる傷を癒す方法が
回復薬だけになってしまったんだ。必然的にタンク薬の僧侶、ドエムーが飲む回復薬の量が日増しに増えていった。僧侶がタンク薬。僧侶は痛みを快感に変換する得意体質だったんだ。それはただの魔女では。そしてあいつは中毒になった。中毒？あっちで取れる特殊な薬草から作った回復薬はすごくてね。腕が取れても飲めば腕が生えてくるんだ。まるでトカゲの尻尾みたいにね。そんなものが。でもその代わりに副作用がひどい。飲み続けていると幻覚が見えたりわけのわからないことを叫んだり、精神がどんどん蝕まれていくんだ。それではその僧侶様は？ああ、僧侶は完全に壊れてしまったんだ。俺もどれくらい飲んだかわからない。悪いけどもう一服させてもらうよ。もしやその葉巻は。ああ。これはペロペロキャンディーだよ。なぜ煙が。最初はまともだった僧侶も、日を増すごとに俺たちに理解できないことを口走るようになっていったんだ。高メル殿その件で私のことを一思いに。そんなことをしたら死んでしまうって。大丈夫です。その回復薬をかければ大丈夫です。はい。できるだけゆっくり切ってくださいね。その方が気持ちがいいですから。どうしてそんなことをしなくてはいけないのかって。大丈夫です。その回復薬をかければ大丈夫です。はい。ついに完全に正気を失った僧侶は、戦闘中に魔法使いの爆裂魔法にわざと突っ込み星になったんだ。うわー。本当に正気を失っていたのでしょうか？そしてペットのズンダームシは途中の町でどうか三昧になった。監禁されてますわ。二人になった俺たちは、泥水とエビフライをすすり油の胸焼けを回復薬で流し込みながら、前に進み続けた。わしは一体何を聞かされておるんだ。そして俺たちはついに魔王城にたどり着いたんだ。なんか楽しんでませんか？まずは情報収集をするために俺たちはそれぞれ分かれて魔王城に潜入した。潜入？だけど運悪く俺は魔王の側近に見つかってしまったんだ。なんとか勝ったものの、ほとんど相打ちだった。魔法使いが見つけた時には俺の体は、半分以上消し飛んでいたんだ。そこで俺は死んだ。ですが勇者様は現にここに。俺は魔法使いに蘇生されたんだよ。だけど、それが大きな問題だったんだ。それは何だと思う？わかりませんわ。はい、勇者マーク申請。3つ溜まったので融合してゴールデン勇者マークになります。最悪ですわ。蘇生魔法はもともと膨大な量の魔力を要求するんだ。体が半分でも残ってるならまだしも、俺の場合ほとんどが消し飛んでいた。それに加えてここに来るまでの間に俺たちは相当消耗もしていた。だから奇跡でも起こらない限り俺の蘇生なんて無理だったんだ。それならば、奇跡が起きたということですね。いや、奇跡なんて起きていない。それならばどうして勇者様は？魔法使いはすごい強引な手を使って俺を蘇生したんだ。強引な手？それは普通の人間であれば思いついても決してやらないような恐ろしい方法さ。目が覚めたら部屋中真っ赤だった。俺は無理やり起こされたもんだからもう一度死んでしまえるほど体中が痛かった。だけど俺は震える足で魔法使いを探した。魔法使いがどれだけ無理をして俺を蘇生したのか分かっていたから。でも人間の域を超えた魔法を使った魔法使いは魔力に耐えきれず消滅したのか。それならまだマシだった。マシ？一体それはどういう？部屋の隅にもぞもぞと動くものがあったんだ。なんだろうと思って近づいてみると子供くらいの大きさのピンク色の肉の塊みたいだった。その肉の塊には見覚えのある髪飾りがついていた。まさかそれは？そう。その塊は変わり果てた姿の魔法使いだったんだ。魔法使いだったこの塊は触れたものすべてをエビフライにするだけの塊になってしまったんだ。どういうことですの？賢者の石ってあるだろ。はい。鉄を金に変えたり人を不老不死にすることができると言われているあの伝説の。魔法使いはそれに限りなく近い存在になったんだよ。勇者マークあげようか。完全に理解しましたわ。そして魔法使いは俺に言った。うちを食べるにゃ。会話が成り立つんですの？もちろん最初は断った。でも高める、ここにたどり着くまでの間、いろいろなことがあったな。時に笑い、時に迷い、時に泣き。今にしてみればそのどれもがいい思い出や。本当にありがとうな。せやな。せやな。この髪飾りな、昔高メルがプレゼントしてくれたやろ。何これ？誕生日プレゼントさ。誕生日なんて教えた覚えないけど。ああ、前に君に聞いたとき、サイコパスは何百年も生きるから誕生日なんていちいち覚えてないよって言われたんだ。だから今日が君の誕生日ってことにしたんだよ。受け取ってもらえるかい？人間って本当に無意味なことが好きだよね。ははは、そうだよ。人間は無意味なことが好きなんだ。やっぱり、人間はよくわからないね。
まあでもちょっとだけ違うかな。人間が好きなのはね、意味のないことに意味を見出すことなんだ。受け取ってもらえるかい？意味のないことに意味を。そうさ。他人から見てどんなに無意味なことでも、そこに自分なりの意味を見出せればそれでいいんだ。少なくとも、僕はそう思ってる。受け取ってもらえるかい？やっぱり理解できないな。ははは、今はわからなくてもいいさ。いつの日かその髪飾りに君なりの意味を見出す時が来ることを、僕は願っているよ。受け取ってもらえるかい？今になって、ようやくあの言葉の意味が分かった気がするよ。本当にありがとう。せやな。うちももう長くはない。次生まれ変わったら、勇者が必要ない平和な世界になってたらええな。頼んだで、高める。そして俺は魔王を打ち倒した。簡単だったよ。彼女を食べたおかげで俺が切ったものは全てエビフライになるんだ。確認してみるといい。今頃魔王の玉座にはでっかいエビフライが鎮座しているよ。勇者よ、大義であった。そなたとその仲間たちの活躍は未来永劫語り継がれるであろう。今は頭の整理がつかないことでしょう。まずはゆっくりとお休みください。難しいお話はその後に。貴様ら何者じゃ？私はアクアネン、タカメルを連れ戻しに来たんだよ。タカメルさんがまた頭が変になる雨なめで。俺は魔王を倒して世界を救った男だ。何言ってるのタカメルさん。魔王賞もまだ全然先じゃない。お主らは死んだはずでは。今までの話は高メル殿の妄言でございます。どうか無礼な態度をお許しください。我々にはこの方がどうしても必要なのです。その代わりに私がいかなる罰でも受ける所存でございます。いや、そのようなことは。この国で最も重い罰を所申します。なんじゃこやつは。まあしかしよかった。今の話は全部なかったことだったんじゃな。まあ本当なのは半分くらいかな。半分？そう。例えばそのバッジが勇者以外に取れないのは半分嘘。それは一度つけたら決して誰にも取れないのだけれど、放っておけば自然に取れるから安心していいよ。そうか、それはよかった。して、どのくらい待てばいいのだ？ 50年くらいかな。嘘だと言ってくれ。そういえば高メル殿の半身が消し飛んだ理由は何だったのでしょうか。魔物に襲われたんだよ。でも私が倒しておいた。さすがはアカーネン様です。ですがこの辺りにそんなに強力な魔物がいたのですね。アカーネン様、いつもエビフライ食べてますけど、一体どこから出してるんですか？さあ、どこからだろうね。お腹空いたのだ。